こんにちは。猫の寿命を長くするチャンネルです。今回は、猫のケージ飼いはありか、なしかを考察してみました。多くの方は、家にいることができないので、猫を留守番させるときにケージ飼いをした方がいいか迷うのではないでしょうか。ケージ飼いをしようか迷っているなら、動画の内容を参考にしてくださいね。猫をケージ飼いするのはありなしケージのような狭い場所で、猫を一生過ごさせるのはお勧めできません。その理由は、狭い場所で行動を制限してしまうと、猫のストレスが大きくなるからです。また、猫は上下運動や走り回ることでエネルギーを消費させるので、走ることができないケージ内だとエネルギー消費ができなくなります。猫をケージで飼ってもいいか迷ったら、自分が同じ状況になったらどう感じるのかで考えてみてはどうでしょうか。人間の場合は、刑務所では、人が狭い部屋で過ごしますが、必ず、運動やリフレッシュのための時間を設けており、外の空気に触れられますよね。そのような状況で、人が大きなストレスを感じるのは、同じ場所で長時間過ごす懲罰房域だとも言われています。猫を一日中ケージで過ごさせるのは、懲罰房域と同じですよね。猫は狭い場所にいると落ち着くと言いますが、ケージだと人の目線があっても逃れることができないので、猫にとって自虐のような環境ではないでしょうか。たとえ、布で猫が隠れられる場所を用意してあげたとしても、制限付き生活は、猫にとって大きなストレスとなってしまいます。猫をケージに入れるのは何時間まで猫をケージに入れておけるのは、長くても6時間から8時間くらいまでです。長時間猫が移動を制限されるとストレスになる恐れがあります。仕事などで8時間以上帰宅できないときは、ケージに入れない方がいいでしょう。猫をケージに入れるといいのは、猫を迎えたばかりで慣らしが必要な時です。すでに猫を飼っている状況で、その猫と新しい猫の相性がわからないときは、新しい猫をケージに入れておきましょう。ケージに入れると、猫同士の喧嘩を避けることができて、時間が経つと、お互いの匂いが混ざり合い、鳴らすことができます。また、猫がいない環境でも、新しく迎える猫の危険を減らすため、短期間のみケージで鳴らす方法もおすすめです。子猫のケージ飼いはいつまで生後3ヶ月までの子猫の場合は、飼い主が家にいられない時にケージ飼いがおすすめです。子猫はいたずら盛りで、電気コードを噛んでしまう恐れや、何でも口に入れてしまう恐れがあります。狭い場所に隠れて見つからなくなることもあるので、子猫を飼ったらケージに入れておくと安心です。子猫の場合でも、長時間ケージに入れっぱなしは避けて、人がいるときは、ケージのドアを開けておきます。10分くらい、ちょっとコンビニに行くときや、飼い主が入浴するときも、子猫をケージに入れておきましょう。子猫の場合は、ケージでなくても、サークルでも大丈夫です。まだジャンプ力がない年齢では、移動場所を制限できるサークルを使うのもいいでしょう。私が子猫を飼った時は、段ボールを開いてサークル状にしたものを使っていました。ケージは、猫が寝る場所にしよう。部屋にケージを置くなら、ケージのドアは開けておいて、猫が自由に出入りできるようにします。猫がケージを気に入ってくれれば、猫の寝る場所になります。ケージで過ごすことに慣れている猫は、家にお客さんが来た時に便利です。猫を別の部屋に移動できない場合でも、猫がケージ内で過ごすことができれば、猫は安全な場所だと分かっているので安心します。猫をケージに慣らすポイント。ワンルームなど部屋が限られている家で猫を飼うなら、猫をケージに慣らすといいですね。そのような時は、猫を迎え入れる前にケージを用意しておきましょう。ケージ内には、ご飯、水、トイレを設置します。猫が寝ることができるよう、ハンモックやベッドも置いてくださいね。猫がケージで過ごしてくれるようにしたいなら、
猫がケージ内にいるときは猫に触れません。すると、猫は、ケージ内にいれば自由で安全だとわかるので、ケージで過ごしてくれるようになります。ケージを置く場所はどこがいい？ケージを置くのは、人通りが少ない静かな場所です。部屋の隅などに置いて、テレビや人の音がうるさくない場所を選びましょう。直射日光が当たる場所でもいいですが、カーテンなどで日差しを遮ることができるか、風通しがいいかは確認してください。エアコンや暖房がある部屋では、それらの風が直接ケージに当たらない場所を選びましょう。ケージの選び方とサイズは、ケージは高さ120センチメートル以上のものを選ぶといいでしょう。猫は横のスペースをあまり必要としていませんが、高さは必要です。高さのあるケージを選ぶと、猫は上下運動ができるようになります。猫にとって理想的なケージは3段タイプです。ケージの横幅は80センチメートル程度なので、ワンルームの部屋でも置けるタイプがあります。これで、猫とケージの紹介は終了です。猫を初めて飼う方は、自分が在宅できない時に猫がいたずらするのではないか、と心配になるかもしれません。子猫のうちは心配なので、ケージやサークルを使って移動を制限させると安心ですね。飼い主がいる時間帯を使って部屋に慣れさせていくと、徐々にケージがなくても問題なくなります。猫が心配な時は、短時間の外出から様子を見てみると安心ですね。個人的に、私は、ケージで猫を飼ったことがありませんが、部屋のスペースが限られているなら短時間だけ使えるようケージを買うのもいいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。